こんにちは。おっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、ガトーさんが花の形したドッグ缶に攻めてきました。核弾頭も撃たれなかったので、一安心です。ということでインターミッションです。今回は強制出撃の方がたくさんいます。安室さん、初めての乗り換え。初めてのお使いみたいに言うな。今回安室さんには役目があるので、移動力が高く、万が一の場合にも対応ができるリガズイに乗ってもらいます。そして改造はひとまず GP03 デンドロビウムだけ。武器はサーベルのみの強化です。リガズイにはメガブースターを2つ装備して、移動力を盛るぞ。艦長もやもめ暮らしが長いから。やもめ暮らしとかいう言葉、ダブルゼータ以外で聞いたことないです。噂に尾ひれがつきすぎてよくわからなくなる異例。艦長の奥さんの昔の彼氏がエマリーさんと不倫。それだとスレッガーさんがエマリーさんとそういう仲になってるだけでブライトさんかやの外では。まあ主人公ちょっと変な性格なんで。はい、ということで強制出撃メンバーですが、見事に誰も使えません。縛りプレイあるある。しかし、安室さんにはお仕事があるので、マップ上部まで行ってもらう必要があります。まあ安室さんを左側から、まさきを右側から向かわせて、ある程度敵を分散させれば抜けれるでしょう。残りの人たちはマップの端でおとなしくしててくださいね。ベルガギロスが安室さんの方に、バウはマサキの方に向かいましたね。ある程度射程距離を見て、集中攻撃を受けない距離に置いてから一気に抜けたいな。ちなみに安室さんですが、現在レベル10しかありませんが、ゴーさんとほぼ同等の性能をしています。むしろ射撃値なんかは安室さんの方が高いし。しかも安室さんすぐニュータイプレベルも上がるので、あと3レベも上がればゴーさんより強くなりますね。格差社会怖い。いい感じに二手に分かれましたね。あとは安室さんはひらめきかけて上へ直進。まさきはサイバードで加速かけながら上へ直進すれば振り切れそうです。ちなみに今回安室さんの方にも敵を来させてますが、まさき一人に全敵を集中させて振り切ることも可能です。ロンドベル隊の到着とハマーン様の出現です。強制出撃キャラが多いせいで出撃枠が少ないですね。ひとまず2体のベルガギロスが下に向かってしまったので、挑発を使っておきましょう。このためだけにわざわざビルギットをゼータに乗せて出撃させた。そうじゃなかったらクリスでいいですからね。ちなみにまさきさんはサイバードチェンジから加速を使い続けることで、一回も戦闘しないまま戦艦に着艦できます。強化パーツもつけてないのにすげえや。敵がわらわらしてますね。無駄に数が多いです。ただ、増援で出てきた部隊にはなぜか DC 兵士が多いので、見た目ほどの苦労はしないですね。安室さんはコロニー付近に到着。しばらくはこの辺に留まりましょう。もらうぜ。こいつ強いぞ。もうくそ、そう簡単にくたばっ
ってたまるか。余裕で当たっていくオールドタイプの鏡。避ける気なんてなかった。さあそして見るがいい。これがバーニーとデンドロビウムの力だ。命中率はしっかり 100% です。くらえ。やってくれたな。受けてみろ。無駄だって言ったろ。バーニーが自分から何も気にせずに殴りに行ける時が来るなんて、夢にも思わなかった。ダメージも結構出てるし、そのままの反撃を防げるのはなかなか美味しいな。アイフィールドは2000までのビーム属性を無効化する防御武装だ。ただ、軽減ではなくて無効化なので、貫通されるとそのまま食らうので、注意が必要だな。ビームコートとは違うんですね。盾が出ないのは変わらないけどな。これのせいで難民のニューガンダムが被弾で消えていったか。貫かれた時はただの盾でなくするだけの装置ですからね。こいつでどうだ。正面。違う。左ね。うかつな。だがこの程度ならまだ。突っ込んできたドライセンとアッシマーの処理が完了したので、次は奥にいるバウと R ジャジャですね。バウに DC 兵士が乗ってるのって、なんか珍しいね。基本的にいつもエリート兵だもんな。なんというか、DC 兵士が乗るだけでこんな弱くなるんだなって。まあ安室さんの乗る F91 とコウさんの乗る F91 の差を思えば優しいものだろう。その比較はただのいじめだ。なんとかサイバスターは着艦できるところまで来ましたね。これで変に追い回されることもないな。ただ、左下にはマシュマーが、右下にはハンマがもう一機来ているな。マシュマーは安室さん側にいたせいで、結構近いとこまで来ているな。と言ってもみんな射程外だからコンターン同行することはできなそうだが。ベルガギロス相手にも 99% の命中率を出すバーニーさんすげーっす。どうしても射撃武装は命中補正がマイナスなものが多いけど、サーベルはプラス15されるからな。それだけでだいぶ変わるな。マイナス10とプラス15だったらそれだけで運動性25上がってるのと同じ効果があるからな。そりゃ強くもなるわ。ちなみにファンネル系武装は命中補正プラス25らしいです。帰ってどうぞ。スレッガーさん加入したレベルが低めですね。C ブックとかユーネとかもこのレベルだけど、これが想定レベルはさすがに低すぎる気が。邪魔するんなら容赦しないからね。そこ。ということでカトルくん登場です。カトルくんは安室さんかカミーユさんで説得することで仲間になってくれます。このステージ、安室さんが強制出撃で本当に良かったです。仲間にできないところでしたからね。いざ尋常に勝負。まだだ。ちょっとマシュマーさん痛いんですけど、ハンマの攻撃痛いんだよな。ということで早速説得です。
スルッと仲間になりました。これは大きな戦力アップですね。さて、ここでよく見ていただこう。ご覧いただけただろうか。よく、F のウイング系はスーパー系っぽいステータスをしてるとか、機体はいいけどパイロットが、とか聞くけど、見ていただいた通り、コウさんとカトルの数値は概ね同じ、技量が圧倒的に高いからカトルの方が強いって感じだな。命中アップ系精神がないなんて、今に始まったことじゃないですからね。私が相手だ。当たるわけにはいかない。と、マシュマーさんの戦闘に邪魔されてしまったが、何を言いたいかというと、オールドタイプの中ではコウさんのステータスは決して低いわけじゃないんだ。それより強いってことは、カトルさん、ひいてはウィングチームの性能はあくまでリアル系オールドタイプ標準であり、決してスーパー系よりではないものとわかる。そしてコウさんやエマさんがこの活躍を見せている通り、機体の運動性などが高ければ、つまりは機体が強ければ十分輝けているのである。つまり、問題があるのはパイロットではなく機体の方であると、私は主張したい。いや、そもそもコウさんとかエマさんと同じくらいって時点で、一線級ではないって言ってるようなもんなんだが、それは言ってはいけない。ちなみにサンドロックさんの運動性はスだと85。スーパーガンダム以下らしいです。これでメイン武装が命中補正マイナスの武器じゃ、そうそう当たりませんよね。ウィング系は概ねみんな同じくらいの運動性で、唯一デスサイズとウィングゼロだけが標準より高めの運動性をしていますね。ゼロカスタムとかいうやつは知らん。あのぐらいの運動性がないと、オールドタイプはニュータイプには追いつけないという悲しき事実。ちなみにウィングゼロは F91 と同じくらいの運動性をしているようです。じゃあ F 完結編最初に仲間になってくれ。落ちろー。ダメージが大きすぎる。沈め。強い。さて、長々と話しているうちに、ハマーン様が撤退して、ダバさんがやられそうです。よく生きてましたね。やはりさっさとマシュマーを倒さないとやばいな。さっきのターン、コウさんのベスバー立てされたからな。まあでも、もう一回撃てば倒せるだろう。万が一立てされることも考えて熱血をかけておこう。行くぞ。何？ひとまずマシュマーさんは撃墜。これで少しは安心かな。このこいつらただもんじゃない。甘く見るな。さだけ。ちなみに勘違いされがちですが、スパロボ F のカトル君は格闘より射撃の方が高いです。これはクロスクラッシャーが射撃属性だからというのが原因でしょうね。ちなみに同様にデュオも射撃値の方が高いです。なので、実はウィングチームで格闘値の方が高いのはウーフェイだけという。強い。このハンマ、イリアさんだったんですね。そしてダバさんまたピンチ。やっぱり修理だけじゃなくてちゃんと回復しておくべきだっただろうか。続々狙われてます。すごい怖い。
れで終わりだ。よし、かわした。アリアス、お前いたんか。マジで全くわかりませんでした。なんとか生きてました。これはさっさとハンマを倒した方が良さそうです。撃って。これならいけそうですね。集中があるって素敵。何？やられた？まさかのあっさり。盾が出なければマシュマーも一発で倒せたはずだったろうに。部活だ。やられた。カトルくんが入ってくれたおかげで幸運要因が増えたのが本当にありがたい。幸運使える人は無と妖精たちしかいませんでしたからね。これなら。いかん。このままではやられる。これで終わりだ。というわけには。エマさんいつの間に気力140もあったんだ。敵が多かったからでしょうか。落ちろ。ダメージ。撃つよ。何？やられただと？火ダメは痛かったものの、アリアスさんも撃墜。今日はダバさんのあの顔をよく見る日ですね。ダバさんが魂を覚えましたよ。これは嬉しい。特殊能力持ちばっかりだぜ。ゲームに反映されない予知能力3。スパロボ F のカトルくんって完全にエヴァのキャラと化してるよね。ある意味マークデスティニーに近いものを感じる。ということで、カトルくんも仲間にして無事クリアです。途中つらつらと喋ってしまったせいで、動画時間が長めになってしまった。すみませんでした。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。